リーグ2025-2026シーズンは D リーグ公式 YouTube メンバーシップで本日インタビューに登場するのは第3マッチに登場しました小津陽春菜選手です。どうぞ大きな拍手をお願いします。小津陽春菜選手は第3マッチに登場。チームの勝利を確定させるゲームでした。まずはどんな気持ちで試合に臨みましたか？中森選手とは中学生ぶりくらいの試合だったんですけど、いろいろ作戦をいろんな人に聞いて、たくさんの人のおかげで勝利することができました。試合の方は3-0の見事な完勝でした。試合を終えた時の気持ちは、どんな感じでしたか？今日が名古屋の開幕戦ですごい緊張していて、吐きそうだったんですけど、無事に勝利することができてすごい嬉しかったです。プレッシャーをはねのけて見事な勝利でした。さあ、ホーム開幕戦となりましたが、会場の雰囲気はいかがでしたか？そうですね、すごくたくさんの方に来ていただいて、すごい熱い応援していただいて、自分自身試合すごくやりやすかったです。ファンの皆さんにとっても嬉しい勝利となりました。それでは最後に会場や配信でお楽しみいただいた皆様へ一言メッセージをお願いします。今日勝ててすごく嬉しいんですけど、明日もまだ日本生命レッドエルフさんとの一戦があるので、チーム一丸となって勝てるようにみんなで頑張りたいと思います。明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。本日の時、小津陽春菜選手でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。Game on.
してたんですけど、試合に入った途端、1球目から皆さんの大きな目線だったり、選手の頑張りが、見られたので、すごく試合に集中できてよかったです。今日のオープニングゲームに向かって選手たちにはどんなお話をされましたか？はい、選手だけじゃなくてスタッフも含めてかなり、ミーティングを行ったんですけど、試合で勝つだけではなくてやっぱり応援の大切さだったり盛り上げることの大切さっていうのをたくさん伝えて、今日は最初から最後までいい試合の雰囲気でできたかなと思います。本日の対戦でチームとして良かった点を一つピックアップするとすれば、どんなことが挙げられるでしょうか？そうですね、やっぱり1番から4番まで1球も諦めないという気持ちが選手みんな、スタッフはそうなんですけど選手にすごく、意識してたのかなって思うのと、やっぱりさっき、お伝えした通り応援の、大切さっていうのをみんなすごく意識できて、そこが良かったことなのかなと思います。確かに横から見ていてもベンチの雰囲気もすごく良かったように感じましたが、そのあたりいかがですか？はい、やっぱりベンチの雰囲気を作ってくれたのもやっぱり観客の皆様のご声援があったからこそだと思うんです。本当に本日はありがとうございました。まさにチームのファンが一体となって勝ち取ったこのオープニングゲームの勝利でした。会場や配信でお楽しみいただいているファンの皆さんに最後に一言メッセージをお願いできますか？はい、本日は、足を運んでいただいた方、本当にありがとうございました。ちなみになんですけど、明日も応援に来てくださるっていう方、手を挙げてもらっていいですか？ありがとうございます。明日も応援に来ていただける方々、今日はしっかり喉のケアをしてもらって、明日は今日よりもさらに大きいご声援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。こ
11-8、ゲーム